いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマはレンジキープを解説していきます。アジングの基本的なテクニックでレンジキープという言葉を聞いたことがあると思います。直訳すると水中の一定の深さを保つ意味となります。基本的なテクニックとは言っても、これが一番難しいテクニックと言ってもいいくらいです。今回のレンジキープを学ぶことによって釣る力の再現性を身につけてアジが連続で釣れるようになります。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。水平移動でなく同じ軌道、ロッドを上げる、風と潮の影響も計算する。この3つについて解説していきます。水平移動でなく同じ軌道について解説いたします。レンジキープの考え方は水平移動ではなく同じ軌道を繰り返すことがポイントになります。これを再現性と言います。その中で水平移動ができればより良いということになります。流れが全くないプールでルアー、ジグタンを水平移動させるのもとても難しいです。潮の中では常に動いていますので、さらに至難の技と思います。ルアー自体が多少の上下はあるものの、アジが釣れた棚、深さに再びルアーを届けることができて、連続でアジを釣ることができれば、レンジキープできていると自信を持って大丈夫です。自信を持ってレンジキープができるようになると、アジの群れがいるかいないかがわかるようになって、このまま同じ棚で釣り続けるか、それとも少し深いところを狙ってみるなど、判断する力が身につきます。ロッドを上げるについて解説いたします。ラインの種類や特性により異なりますので、今回は比重が重いフロロカーボンラインかエステルラインで見ていきます。ルアーをキャストして着水させます。そこからフリーフォール、ラインを緩めた状態でカウントダウン、数えながら沈めていきます。狙いたい深さが決まったら、リールを巻いて糸付け、たるんだ糸を取ります。そこからラインを張った状態でレンジキープをしていくことになりますが、しかしラインを張った状態でルアーが沈もうとすると、ルアーはロッドのティップ部分、先端を中心としてラインと同じ長さで円を描くように沈んでいきます。すると沈むと同時にルアーは前に進む力が働きます。ルアーをレンジキープさせるためには沈んでいく方向も考えながらルアーを上に持ち上げる作業が必要になってきます。ここでは2種類のロッドを上げる方法と使い分け方を解説いたします。ベイトパターンは L 字、プランクトンパターンは I 字、この2つについて解説いたします。ロッドを L 字、直角方向に上げる方法はアジの捕食対象がベイト、小魚の場合に効果的です。ロッドのグリップ側を支点として L 字、直角方向に上げることによってルアーを上に持ち上げる力と前へ進む力が強くなります。するとルアーが前に進むようなキビキビとした動きは小魚が泳いでいるかのような演出をします。リールはロッドを下げた時の糸付けを取るだけで十分です。またふわっとした当たりでアジがワームを加えたか加えてないか確認するときも L 字、直角方向にロッドを動かして当たりと合わせを確認します。ロッドを I 字、真上方向に上げる方法はアジの捕食対象がプランクトン、網の場合に効果的です。操作はロッドのティップ、先端の動きを意識します。ロッドのティップ、先端を真上に持ち上げることによってルアーが前に進む力は少なくなります。するとルアーが前に進む速度が遅くなり、プランクトンが潮の流れに漂っているような演出をします。リールはロッドを下げた時の糸付けを取るだけで十分です。ロッドを上に動かす速度はルアーが沈む速度と同じです。ラインが張りすぎず緩すぎず確認しながら調整していきます。その速度はジグタンの重さや形状、潮の流れなどの影響により異なります。風と潮の影響も計算するについて解説いたします。ルアーの沈む速度は風や潮など自然の影響による外的要因も考えないといけません。主な影響は次の2つです。
風の影響でラインが煽られる。潮の影響でルアーが浮き沈む。この2つについて解説いたします。風が強い場合は、ロッドを下げてできるだけ風に煽られるラインを少なくします。ラインが風に煽られると、ルアーがラインに引っ張られて自分と思っていない動きをしてしまいます。堤防など海面までの距離がある場合は、風に煽られるラインの長さが長くなるため、ルアーの動きがますます自分と思っていない動きをしてしまいます。その場合はジグヘッドを重くして対応します。ジグヘッドが重くなって早く沈んでしまうと思いますが、調整次第で風とのバランスによりプラスマイナスゼロになります。潮が流れている場合は、潮汐による潮の流れや流れが異なる潮がぶつかるところ、潮目付近のよれなどによりルアーが浮き上がったり沈んだりもします。ロッドの先端から出ているラインの動きや手元のラインの張り具合を見て、ルアーが左右に流されているのか、ルアーの沈み具合が速いのか遅いのか確認して、ロッド操作やジグヘッドの重さを調整します。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。